おはようございます。画家の小木曽です。今日はですね、日本をテーマに、一般の皆様から作品を募集しまして、今日は高評価をしていこうかなと思っておりますが、2021年8月の27日に、募集をしました。18時から23時59分、オーバーしている方が約3名おられましたが、お許ししましょう。2人は00分って書いてあったんで許そうかなと思ったんですけど、12時、29分という方がいたんで、どうしようか迷いましたが、仏になりましょう。で、この日本を描くというテーマで募集して、いるんですけども、鬼高評会というのを2021年、2月1日から8月の27日ぐらいまでかな、まず行いまして、その中でスピンオフ企画としまして皆様にちょっとテーマを与えて、どういう作品が集まるのかなということで、募集いたしましたところ、作品枚数が正確かどうか分かりませんが118枚か117枚か、メールを2通3通送ってきている方もいたりするので大混乱を起こしておりますが、来ておりました。で、110何通のうち、じゃあこれを公募展として考えたときに、どういうふうに扱おうかなと思って、今回はですね、落選と、入選と、入賞という形にしようかなというふうに思っております。おそらく、今撮っている動画というのは、これは金曜日に撮っているんですが、深夜というか朝ですね、4時、今8分9分なんですが、約1時間ぐらい喋るかなと思うんですけども、今日は今撮っているこの黒バッグの分は落選ということで残念でございます。約半数ぐらいを落選にしました。厳しいぞっていう感じでしょ。やっぱり鬼かお前はっていう感じかもしれませんが、落選といたしました。残念です。でも作品一個一個はすごく良かったりするのでそのあたりをちょっとこの辺かな、あの辺かなということを本当に1人1分ぐらいかな、1分言っても約60枚あります、半数なので、1時間ぐらいかかってしまいますので、1人1分ぐらい、もっと短いかもしれませんがご容赦ください。ぜひですね、細かく見てもらいたい方はどこかの絵画教室に通われてください。私に頼られても困りますということで、まず皆さんにですね、ちょっと一つ、課題というか少し考えてみてください。こういうテーマで絵を、描きなさいと与えられたら皆様何を考えますか？出題ででん、3つの手で条件、リンゴを持つ手、ですね、紙を持つ手、何も持たない手、紙っていうのはこっちじゃない紙ですね、ペーパーの方ですね、のすべてを描くことと。でモチーフが一応渡されるみたいですね。リンゴ、トレーシングペーパー、モチーフの下に敷いてある白い紙は汚れ防止用のものでモチーフではありません。さあもう一度言いますね。3つの手、リンゴを持つ手、紙を持つ手、何も持たない手とすべて書くこと。どうですか？もう一問出しましょう。はい、出題ででん、空中、地中、水中の3つの言葉から1つ選び、与えられた2つのモチーフ、石、ゴムシートと組み合わせて描きなさいと。条件、モチーフを加工することはできません。石とゴムシートの下に敷いてある白い紙はモチーフではありません。もう一度読みますね。出題、空中、地上、水中の3つの言葉から1つ選び、与えられた2つのモチーフ、石とゴムシートを組み合わせて描きなさい。空中、地中、水中だそうですよ。さあどうですか皆さん。はい、脳みそ使ってください。もう4分も経ってますが、これ何かというとですね、東京芸術大学の、3つの手は令和2年なんで、今年の春じゃなく去年の春かな、に行われた一次試験の問題です。東京芸術大学油絵科3つの手。もう一つの方はちょっと曜日までは平成30年度なんでもうちょっと前ですね。4年ぐらい前かなということなんですね。そういった問題が東京芸術大学のホームページに載っておりましたので、一応勝手に拝借してまいりました。一般に公開されているものなんで問題ないかと思います。こういう問題が出るんですよ。難しいでしょ。平成31年度の問題をちょっと言いましょうか。平成31年度。これもっと難しくなっていきますよ。素描2月25日ででん出題
世界に目を向ける。looking at the world、世界を見て押す。seeing through the world、世界を映す。refreshing the world ということで、枠内の言葉をテーマに描きなさいというわかりますね。なんかへんてこりんでしょ。これもっとひどいじゃないですね、もっと難易度高い今年の春に行われた出題です。2月25日一次試験、出題。以下の文章を自身で解釈してそれを描きなさい。以下の文章を自身で解釈して、それを描きなさい。自分には災いの塊が10個あって、その中の1個でも隣人が背負ったら、その1個だけでも十分に隣人の命取りになるのではあるまいかと思ったことさえありました。つまりわからないのです。隣人の苦しみの性質すいません。太宰治人間失格よりということで、こんな文章を読んで、それを描きなさいということで、どうですか？私が昔、今から16年7年前に、2004年5年ぐらい前まで、予備校で教えていた時よりも問題が圧倒的に難しくなっております。これはなかなか受験生厳しいですよね。対策が練れないというかですね、何か発想を求めているんでしょうか。やっぱ油絵家が人気がなくなってくるのがわかるんじゃないかということを誰かが言っていました。私は言っていません。噂で聞きました。ということを踏まえた上で、じゃあ日本ということで皆様に課題を与えたわけですけども、まだ難易度僕からすると低いんですよ。ね。で、いろんな解釈ができます。ね。いろんな解釈ができますけども、で、今日残念なことに今お届けする方々は落選という、厳しいというかもしれませんけども、もし東京芸術大学に受けていて、これを描いていたら、おそらく落選するであろうという判断基準を持って、今回、お届けしようと思っております。で、じゃあどういうものが今回落選なのかっていうのは、やっぱり予想をした通りでした。皆様の多くは寺社仏閣とか日本の原風景を描くとか、そういったまま描いてきている方がやっぱり半数近くいました。で、私なんかが受けていた東京芸術大学というのは、そういうのはやっぱりこう枚数の中で、私が受けた当時って2700人も受けていて、今多分1200人ぐらいとか20倍とか20倍を切ってますとかってだいぶ低くなったねなんて話を僕らからするとしてるんですよ。私の時45倍も倍率ありましたから。ということを考えていくと、やっぱり圧倒的に多いものを一次試験でズバッと落とされてたんですよ、私の中で。で、私たちが受けた時は半数以上、だいたい5分の1に一次試験だけで絞られるという試験をしていましたので、それを国技館というですね、お相撲さんがよっこらしょって、うちのちびき相撲大好きなんですけど、っていうところで行われていて、じゃあ、圧倒的に多いものっていうのはやっぱり評価なかなかされないんですよね。だから今回は残念なことに落選ということで、一番初めに紹介するということは一番悪いのかということはではないです。すみません。だからもう50何枚多分、今から出しますけども、1分程度ずつぐらいで、進めていこうと思います。そして、本当に素晴らしかった人には何か作品を差し上げますと言ってますので、最後までごゆっくり、ちょっと長々となりますが、ご覧ください。まずすみません、こちらの作品ですね。まさに寺社仏閣でございます。日本をテーマに作品を募集されているとのこと。初めてなのにすみません。もう本当に F4 号鎌倉円長寺ですか。この作品は5年前に仲間とスケッチ旅行に行った写真をもとに描きましたと。退職後趣味で水彩画を始めて、描きたいものがある時にボツボツ描いてますと。私の動画は喋りも面白くて楽しみながら見ておりますということで、初めにすごい透明水彩の影の色とかすごい綺麗ですよ。虹みの使い方とか非常にいいですよ。ズバーッとこう地面がちゃんとこうビュッと奥行きがあるように書いてあって、立ってるものと寝ているこう奥行きズバーンというのが描かれていたらもっといいんですが、書かれていても私の今回の募集要項の日本というテーマの中では厳しかったかなというふうに思います。ぜひですね、本当に風景と生物があって似ていて、寝てると立ってるっていうものをしっかり、特にこれは立ってるものっていうのが書かれて、このね
延長寺に関しては書かれているんですけども、周りの木々であるとか地面っていうところの強さみたいなのをもう少し、しっかり持ってこられたらもっといいかなと思います。もう次の作品です。50枚もいきますよ。この作品でございます。この作品ですね。お世話になってます。恐竜ちゃん少しお兄ちゃんになり賑やかになりますね。もう本当ですよ。今回で5回目です。農村風景ですと私に公表していただき夢のような人生、そんながね、ありきたりの日本しか思いつかない私は苦し紛れの四季春と主食米、ということで、国鳥の記事にしました。あ、記事がいはるんですか。どこにおるんや。あ、いた、右の方におった。うわー、そういうことか。ということで、うんぬんかぬんぬんかぬんぬんかぬ、すみません。F45 の透明水彩、だそうです。例えば、これ確かに僕ね、これよう書かれてて悪くないと思うんですけど、これをじゃあ日本という風に私が解釈をして書こうと思うなら、例えばミレーっていう作家さんいますね。フランソワ・ミレーっていう晩鐘とか落ち穂拾いとか、何かそれがポッと頭に浮かぶような絵にできやんかな。ちょっと難しいですよ。で、そこで頭を使えるかっていうこともこれからね大事になってきますし、皆様が公募展とか出すときに、ただなんとなく風景、僕やったらこの国鳥のこの記事、僕こっちの方大事にするか、例えば日本人が田植えをしてる姿が落ち穂拾いに見えるとか、なんかそういうことでちょっとフランスと日本を感じさせるなみたいな風に持っていったりすると面白かったかもしれませんよね。技術的には素晴らしい作品だと思います。そしてこちらの作品ですね。すみません。順番は本当順不動です。62歳の方です。5回目です。ということで、YouTube うんぬんかんぬん、うんぬんかん、日本をテーマにいただき、今まで公表していただいたことに感謝しながら、どのぐらい成長してきているか。ですね、技術的には本当にすごく一生懸命書かれていて悪くはないと思いますよ。やっぱこれパッと見たときに、漆は古い呼び方でジャパンというふうに呼ぶんですよ。それはすぐ分かりました。ね、だからなんかじゃあこの漆っていうものとか何か陶器だったり磁器だったりいろんなもののなんか漆の漆だけじゃなくて、文化を見せつつも漆が主になっているとか、何かそういったものとかをやってあげたりするとちょっとまた違ってくると思うんですよ。パッと見た時漆塗りやからジャパンやろうなと。僕基本的にこの文章を読まずにまず絵だけで判断しました。で今文章初めて読んでるところなんですけども、やっぱりその通りかなっていうことで、すごく分かりやすいは分かりやすいんですが、じゃあプラスアルファ何か歴史とかを、縄文時代からずっと書いてあったりするとか、今の例えば大量に生産されているようなものがポンと置いてあるだけでもまた違うかもしれませんよね。漆の文化があってっていうのとかも踏まえて書いてあげたりすると、日本の食器文化の中で漆というものがあってすごく昔は大事にされていたけども、なかなか今っていうのは例えば輪島とかもねだいぶ厳しいみたいなことを聞きますもんね。っていうことがあってもいいんじゃないかなと思います。そして次の作品、こちらの作品ですね。この方は、ちょっと初めましてという、初めての方ですね。YouTube を見て思い出しながら頑張ってみました。若い方々が帰宅困難者にお弁当作りを手渡していました。愛を感じました。無事届いているといいのですがということで、こういった作品もあっていいかなとは思いますが、まずこの方は多分初めてなのであんまり厳しいこと言うとあれなんですけど、やっぱまず写真しっかり撮りましょうね。で今結構公募展とかでもデータで送るものも結構増えてきてますので、こういう風にちょっと斜めになってしまってたら頑張って真上から撮ってみるとか、どこかに立てかけてしっかり垂直に撮ってみるとかっていうことをされてみてください。でもうちょっとやっぱり分かるように書いてあげたりすると、若干日本人のどこに来ました表裏でしたっけ、何でしたっけ、なんか表裏みたいななんかありましたよね。ある議員の奥様がなんか表裏みたいな言うてましたよね。日本人は表裏があるっていうことを言いたいんですか。アメリカの人なんかズバズバっと言うって言いますけど、日本人っていうのはね、何々ちゃんの絵素敵ねとかいうね、もう
心で思ってるか否かわからないようなことを表裏っていうんですか、でちょっとそういう写真の撮り方一つでも、例えばなんか炊き出しをしているこういうのとかをなんか写真に撮ってみるとか、スマートフォン持たれてるなら自撮りかなんかの設定してどっかの机にでもポンと置いて、画面をミラーリング中ってね、反対側を向けて、セルフタイマーで10秒かなんかでビビビビビビっていうポーズ撮って写真撮ったりして書かれてもいいのかもしれませんね。これなんかほらお上手でしょ。ほらひどいね、ギッサ先生ひどいわっていう声がすぐ聞こえてきました。車で20分ぐらいの田んぼ、7月の風景ですと。あまり風景画を描いたことがなくて苦手意識がありました。二分割した構図はダメですか？ダメとは言いませんが、今回テーマについてですね、それはもっと上手に描きたいんですが、加筆するとしたらどこでしょうか？ご指導ください。加筆するとしたらどこでしょうか？いや、これ作品一つとして単体として見たらそんな悪くないと思いますよ。加筆するとしたらどこですかね？どこですかね？すみません。これは日本というテーマでいくと、ザ・日本の原風景ということで、やっぱりそういった作品は多いですもんね。だからなかなかその辺は難しいかもしれないですね。僕やったらこれどうするかな？めっちゃ難しいですね。どんなにするかな？もう雲かなんかがうっすらと日本地図になってるかなとかね。後で気づくとか、これそうなんやとかっていうこととかをもうそういうしょうもないことをするかもしれませんが、例えばもうちょっと稲穂が神戸を垂れているのが一個一個よく見るとサラリーマンがこうなんか名刺かなんか渡してる姿にするとかそういうひねくれたことをしますかね。このテーマの場合はですね。はい、どんどんいきます。こちらの作品、ほらお上手ね。よく描かれてるわね。横浜在住の方です。日本ならではの日本を感じる風景という観点から錦鯉を描きましたということで、もちろんね、錦鯉は国魚、国の魚ということという方もいるそうですよということで、アクリルイラストレーションボードということでお上手なんですよ。でもなかなかこれ一枚を見た時に日本という言葉が出てくるか否か、今までこう並んでた絵を見て皆さん日本という言葉が出てきますか？だから今回はそういう風に僕はテーマを与えているということは、だって公募展でもたまにあるんですね。こういうテーマで出品してくださいっていう公募展あるんです。でそういうのがちょっと難しかったりすると思います。逆に自由テーマで何でもいいですよ的なものももちろんあるんですけども、私個人的にはやっぱりこういうテーマ自分の中で書くときに何かしっかり持たれたらいいと思うんですね。これもだからすっごくお上手で上手な方ですねっていうことで、残念、厳しいねおじさん。はい、次の作品こちらです。いつも楽しく勉強になりますと114回で孫の絵で方向性を示していただいたように感じました。風景画を初めてです。田舎に風鈴が吊るしてあって、小雨が降っていましたと F6 号ということなんですが、これ構図もいいですよ。すごく構図もいいですし、前後関係これどう見てもあれじゃない、佐賀じゃないですか。この方ね、多分そうでしょ。私佐賀県にここになんとかタクシーって書いてますけど、佐賀県に住んであんまり名前間違われないんですよ。でなんでかなと思ったら、多分ここに小木市って書いてあるんですけども、小木市があるおかげで小木曽っていう名前すっと皆さん覚えてくださる感じがして、もう東京とかいたりすると小曽木さんとか、奈良でもそうでしたけどね、小草さんとかね、いろいろ言われてきましたけど、佐賀であんまり間違われることがなくて、多分この小木タクシーのおかげだった、小木タクシーじゃないですね、小木市のおかげかなと思います。構図とか悪ないと思うんですよね。僕やったら風鈴だけの方に絞るかなとか、風鈴と空だけでも十分かなとか、なんかそういう感じなんですけども、風景描写になってしまっているので、日本ということではなくて、これは小木タクシーの宣伝ポスターになってしまいました。残念。次の作品いきましょう。多いので、こちらの作品ですね。この方も初めてですということかな。日本をテーマにと言われて、書きましたと。F65 スケッチですと、いうことで、
風景画としてはそんなに悪くはないと思います。これせっかくこれマスキングしてるならもっと端の方まで画面も作ってあげた方がいいと思いますよ。しっかり意識して端の方まで作ってあげてもいいかなと思います。ちょっと写真が悪いのであんまり細かいことまで言えないですが、真ん中あたりにギュッとこう見せ場を持ってきているところなんていうのは悪くないと思います。ザ風景に見えてしまって、日本の原風景、だからこういった作品また機会あればもうちょっといい写真をですね、鬼好評とかがやられるときはぜひ、送ってきてほしいなと思います。そしてこちらの作品ですね。いつもにためになる動画ありがとうございます。62歳のおじさんで初めての投稿ですと。デッサンは、研究所で1年勉強したんですが、油絵はいろいろあって独学でございます。第32回日本の自然を描く展という公募展に入選した作品で、サイズは P15。私のところでは落選でしたね。日本をテーマですからね。日本の自然ならば入選かもしれませんよね。だからみんな今回送って、今回のこの黒バックの会の人たちっていうのは日本の自然なら入賞というのはあり得るかもしれませんが、私の厳しい審査基準によると残念なことに落選ということでございました。これを日本に持ってくの難しいな。どないするかな。難しいなーっていう感じですね。日本の風景でしょうね。日本の原風景という感じがいたします。すみません。次の作品はこちらです。心って書いてますね。洗うって書いてますね。下の方にね。これうさぎちゃんですか。皆さんどんな作品描かれているかすごく楽しみです。あれですね。なんていうんですか、なんだっけ、手洗うやつ、すみません。住吉大社が亡くなったので、ということで、コロナででしょうね。ということで、確かに今はそうなんですよね。亡くなって、ということで、この方でも絵の具の大胆な使い方とか、案外一個一個の絵の具の使い方がすごく幅広くってバリエーションがあって、悪くないと思いますよ。豊かな絵の具の使い方、色彩みたいなのは。ただ、なんか一場面でしかないので、これを見て、全世界的に今コロナと呼ばれるやつが流行しているらしいですよね。今から20年ぐらい前は私東京にいましたけども、みんなルーズソックス的なものを渋谷界隈で履いてましたんで、アムラーというのが流行ってましたけど、今はなんか一つのなんか流行の何かが流行っているせいで、こういうね手洗うところがうんぬんかんぬんとかっていうことは全世界的に流行っているので、日本ということで絞ることも難しいんじゃないかなと思います。次の作品はこちらです。ぐいぐいいきますね、このおじさん。日本をテーマにした絵を募集ということで、日本の山を描いてみましたということで、山岳風景ですね。6号油絵ということで、私の勝負の動画などを参考に描いてみましたと。8割型ナイフで描いてみましたということでね、これを見て日本だっていうかどうかですね。日本の原風景を描くという公募展だったら入賞というのは十分あり得るかもしれませんが、日本ですからね、どうかなと。これごめんなさいね、毒吐きますけど、チベットかなんかの山に見えますもんね。なんかナイフがあまりゴツゴツしてるせいか分かりませんけど、チベットなんかのヒマラヤかなんかのもうすっごい高いもう7000メートル級とかの山の上とかの感じのゴツゴツしたような、皆さん見えてきませんか。チベットの山に見えてくるぞ。この絵だけで日本と感じさせてもらえるかね。後半の方になってくるとそういう後半っていうか入選とか入賞の作品になってくると、多分見て皆様が想像して言葉が出てくる作品が増えてくるはずです。はい、次の作品に行きます。こちらですね。これは猫というやつですね。猫でございますね。これは日本の固有種の三毛猫を描きましたということでねっていうかですね、多分98% の人は猫っていうでしょうね。そして、2% の人は三毛猫っていうでしょうね。で、この絵を見て日本っていう人はゼロかと思います。どうですか？わかりませんが、この絵を見てこれは日本をテーマに描いたんだっていう人いますかね。脳活でございます。皆様脳活ですよ。これが脳活と呼ばれるものですね。アンチエイジングしていただければこちらの作品でございます。
日本をテーマにした作品、一昨年所属する写生会で訪れて描いた風景ですと、どこどこのその名も日本一の公園から眺めな風景です。あれなんすかね、日本一の唐揚げとか日本一のオムライスとかってめっちゃあるじゃないですか。あれどういうことなんですか？なんであんな日本一っていうのがいっぱいあるんですか？よくわかりませんけども、日本一の公園って何をもってなんですかね？大きさですか？遊具の数ですか？何をもってでしょうかね？面白いですね。これ東北も言うていいかな。山形県だそうなんですけど、私山形の思い出を喋ったことあるか分かりませんけど、合宿免許で車の免許取りに行ったんですけども、免許を取りに行って、山形すごい日本で一番安かったんです、山形が。で、それでなんか、新幹線かなんか、特急電車が覚えてないですけど、イーゼルとキャンバスを持って行って、2週間合宿所で夜絵描いてたんですよね。っていうことを山形というのを見ると思い出します。だから2週間ばかりあの辺りに行っていました。教習の際にですね、運転路上に出て運転してたら、隣の教習の、先生がですね、なんかめっちゃ怒ってるんですよ。なんか失敗してたんでしょうね。でも山形弁が強すぎて何言ってるかわからなくて途中で笑ってしまったということを今思い出しました。長かったですね。よかったですね。次の作品こちらです。やっぱこういうの来ますね。この方宮城の方ということでご評お疲れ様でしたと。妄想弟子としてはまだ妄想のお弟子さんなんですか？私の歌舞伎ということでやはり歌舞伎を書いてきましたね。これを見て日本というふうに言う人いるでしょうか？歌舞伎と言いますね。 98%9% 歌舞伎と言いますね。他の方は油絵とか言うかもしれませんけども、おそらく50号すみません、50号の絵を、何かに出してみてください。動物と着物の具合を確認するためにたまに動画を見たりもしますが、基本記憶と想像で描いてますということで、著作権は大丈夫でしょうね。もうなんか歌舞伎というのは多分そういうなんか日本の伝統文化ではあるんですが、これを日本というより歌舞伎とまず言うと思いますよ。はい、厳しいですね。鬼のよう1枚作品がちょっと飛んでるやつがあります。すみません。次の作品こちらです。これを見て、すみません。初めての投稿なのでひどいですね。クアラルンプール絵画部に在籍していますが、一時帰国しているそうです。コロナ禍で、マレーシアに、行けずにそのまま日本に滞在と。そんな中、うんぬんかんぬんうんぬんかんぬんということで、さあこれを見てどうですか？素敵な紅葉ね、なんか土壁の京都かしら。さあ日本という言葉が出てきますか？皆様ちょっと考えられてみてくださいね。皆様が絵を見て日本って思います？すごく色も綺麗ですし素敵ですよ。点描とかも頑張ってやられていて、もう不透明かなんか使われてもいいんかもしれませんね。これぐらいの絵の具だったらばそんな感じがいたします。私やったらどうするかな。意外とこういう斜めアングルで描かなくてもみじかなんかやと思うんですけども、屋根と、この白壁、この3つだけでいくぐらいのすっげえシンプルな絵とかにすると案外なんか線的な抽象画みたいに見えて、そしてそれがなんかにうまいことこじつけてなんかするかなとか、逆にそれだけでも十分見えるじゃないですか。もしかしてこの土壁って、そして紅葉四季がある、日本を描いたんやなっていう感じに、これやったらなんか一つの景色の切り取りみたいに見えてしまいますもんね。はい。初級コースので、マイルドな好評お願いしますと書いてありますけども、このぐらい手短にすみません。こちらの作品でございます。これは富士山でしょうね。MTF と僕は呼んでます。MTF ですね。これを見て、どうですか？わかりません。コロナ禍、松本から3回山の絵を公表していただきました。ワクチンも私も2回受けましたよ。鬼嫁と元気に暮らしていますというね、元気な鬼嫁がいいですよ。日本、芸者、寿司、京都、なんとか総理、ウォシュレット。大好きなので、日本といえばやはり富士山ですということで、ベタに来ましたね。うんぬんかんぬんですということで、アクリル絵の具ですって。キャンパスって書いてますよ、キャンパス。何度か言うてますけどね、キャン
バスですね。キャンパスという私が今いるところです。深夜4時、37分ですので、もちろん誰もいません。私の斜め下には実は、ある先生がもうほとんど毎日のように徹夜というか、で朝方、シャワーを浴びに家にちょろっと帰られる程度の先生がいて、その先生今年退職されるんですけど、ずーっと僕着任して15年間斜め下の研究室にずっとおられるんですけども、ずーっとその生活です。本当で奥様とかと一緒にこう焼肉を食べに行ったことあるんですけど、大丈夫ですか、家庭生活大丈夫ですかって言ったら、もうこの人こういう人なのよって言ってですねそういう方っているんです。大学って変な人多いですよ。はい、次の作品です。こちら、わー素敵なお孫さんですね。可愛らしい七五三ですかね。なかなかねパツンとしてるのも可愛らしいですよね。なんかこう七五三のお孫さんを描いたということで送ってきて、日本ですかどうですかっていう感じがしませんか。お孫さんやっぱり七五三の写真ですって日本伝統の行事であり、着物を着る姿の機会が少ない現在においては、着物姿の孫を私の中で日本としましたということで、私には申し訳ございません。可愛らしいお孫さんですよ。いい作品だと思います。すみません、ディスってるわけでは皆さんないですよ。この絵だけを見て日本ということを皆さんが感じれるか否かということを私は問うてるわけでございますよね。ピースっていうことでね、今の子は写真イコールピースをよくします。あ、そうなんですか。ということで、この新しい現代っ子の和服姿をアクリル絵の具だそうです。ということで、これ本当に可愛らしいお孫さんですよね。直すとしたらもうちょっと僕鼻の穴をここから中入っていくんですけど、こう黒ポチポッと書いちゃってるような感じするんですけど、やっぱここの中からここの中が入っていくっていう感じをねかけたらもっと良くなりますよ。わかりますか？上のところっていうのはエッジが強くていいと思うんですよ。でも下のところでね、わかりますね。今指が何か入りました。次の作品に行きます。こちらですね。これも何かのこうお祭りですかね。何ですか？70歳の方ですね。日本を考えて、私にはこれしか浮かびませんでした。高千穂夜神楽っていうんですか。雲海が見たくて、3回来ましたが見られませんでした。私も何度か高千穂で、絵描いたり取材に行ったりしてますけどね。いいですよね、高千穂ね。今は本当にスケッチとか行くともうちょっとするといいかもしれませんね。うちもちょっと恐竜2が出てきおりますんで、なかなかいけんかもしれませんけども、3、4年前、4、5年前は行って書いてたらね、言うたと思います。12、3億人の国の方々が旅行客で山ほどいて、私書いてたらもうすごい人だかりになって、なんかめっちゃ喋ってはるなーって言って、僕こうやってですねめっちゃうるさいからどっか行ってくれませんかねなんていう日本語でベラベラ返したことありますけどね、笑顔でヘラヘラしながらですね、これを見て誰が日本ということを考えれるでしょうか。鬼だー、ひどいぞー。こちらの作品でございます。今日はひどいですね。これいいですね。寿司か。初めは桜の木バックに富士山で考えてみたんですが、いつぞやの鬼好評で一周されたの。そうですね。言ってましたよね。富士山とかいるんでしょうね。みたいなことでね。江戸切子、お寿司、桜、これだから惜しいっちゃ惜しいですよね。という感じですよね。惜しいっちゃ惜しいですね。だから日本の古来のものを書いてきたとか、なんか伝統的なものを書いたということは悪くはないんですけども、そこまでの技量みたいなものもまだくっついていなかったのかなっていうこともあるかなと思います。ぜひ他の作品とかも今回参考にされてみてください。面白いですね。なかなかね。のれんを見つけてうんぬんかんぬんとか書いてありますね。すみません。長いですね。長いですね。F よ。F、最悪。長いですね。3ページにもわたってますね。これね。スクリーンショットをしたら3ページにもわたってますが読めませんね。次の作品こちらすみませんですね。花火。お祭りと花火。いいですね。夏かなこれは課題は。もしかして夏祭り、お祭り、花火。なんやろな。日本ですかね。どうですかね。皆さん考えてみてくださいね。初めての投稿させていただきましたが、優しくご好評ありがとうございました。142回でということで。東大寺の動画を繰り返してみて、増上寺境内から見る東京、人ですね。うんぬんかんぬんうんぬんかんぬんうんぬんかんぬんかんぬんかんぬん F45 ということで、
ですね。まあ今私が言ったように花火、夏祭り、これ右なんですかね、なんか書いてありますね。この提灯っていうかね、これ何ですかね。何かそういうところにこうヒントを入れ込めることもできるかもしれませんよね。残念ということで、そんな人いましたね。ゲレ残念っていう人がいましたね。今佐賀テレビさんの方で、なんかちょこちょこ出てますね。はい、次の作品こちらです。私の方が YouTube チャンネル登録者多かったりするんですけどね。はい、これね、絵はいいですよ。すごく水彩の使い方、なんかこう木々の描き方、奥行きの出し方、すごくいいですね。で、宮司さんがおられるんですが、出雲大社の参道を歩いているとところ、守衛さんに待ってと言われて、しばらくすると何らかの祭りごとが終わった20人ぐらいの宮司さんが通ってましたということで、出雲大社の宮司さんという題名になるでありましょうか。これを日本という風に捉えることができますか？どうですか？すごく水彩はお上手ですよ。なかなかこれだけ木とか遠近感の出し方というのはすごくこう理解できていると思いますので、今回のテーマというか課題に関してはなかなか難しいかもしれませんが、この方はすごくお上手になられる可能性というか十分はあります。奥行きとかもすごく出てます。その辺をすごく多分賢い方なんじゃないですか。はい。次の作品こちらはお上手。これは惜しかったかなと思いますけどね。5回目の出品という残念ですね。水彩画を描き始めた頃の作品のリメイクとなりますということで、京都の六原蜜寺を早朝に撮影したもの。うわー綺麗ですね。この方京都の方なんですか。テーマが日本ということで、今の閉塞したこの国の現状憂い、暗い夜が終わり明るく希望に満ちた朝が始まってほしいという思いで描きましたよね。思いはあるんですがね、うわ素敵。でもこの本当絵だけ見るとすごくいい絵ですよ。この方は多分セミプロかプロかね、なんか日本画的な感じで、非常にサイもなかなかいいですよ。こじゃれていて楽しみですね。これを見て京都の朝焼けか朝の月かなんか題名日本になりますか？どうでしょうか。ぜひですね、こういった課題一番初めに見せましたけど、東京芸術大学あんな問題を出していると。でそういうお題を自分の中で少し決めていくということも一つ皆さんを成長させることにもなり得ますよ。自分の好きなことだけやってるというとなかなか難しくて、ちょっとじゃあ大喜利的に自分で問題を考えてみようかなとか入れてみようかなとかすると脳みそも活性化しますよね。日本って言われたぞ、あれどっかの鬼公表でどうせ富士山みんな書いてくるでしょみたいなこと言ってたぞこいつとかって思ってたりするとなんか幅がどんどん自分の中じゃあどうしようかなとか、誰もやってないことどういう構図があるかな、こんなもんできひんかなとかっていうのを考えていくと絵描くのもっと面白くなってくるし、もうどこにでもなんかモチーフっていうのが出てくるかもしれませんもんね。はい、次の作品こちらですね。綺麗な景色、渓流ですね。岩とかよう描かれてますね。秋の渓流でしょうかね。すみません、鬼がひどいですね。日本といえば四季があるところ、その中でも秋が一番の見どころを思い、秋の風景を送りますということで、題名秋の風景に見えてしまいますね。これすごいいいですね。裏磐梯の方にある渓谷なんですね。でもこれを見てさあ皆様どうですか。日本を感じることができるでしょうか。今何枚目ぐらいなのでしょうか。もう全くわからなくなってしまいました。だいぶ喋るのが疲れてきました。すみません。どこまで行きましたか。わけがわからなくなりました。あとまだまだありますか。まだまだありますね。すみません。もうちょっと飛ばしていけよ。おじさんという感じでしょうけどね。これだとどうしてもですね、本当に秋の渓流という感じになってしまいます。だからこんなもんできひんわっていう風に思われる方もいて、別にそれはそれで勝手ですよ。でも今回は私が勝手に日本というテーマで、皆様にお題を出しているわけで、じゃあこれが日本という、じゃあこちらの作品ですね。さあどうですか。これを見てジャパンと初めて送ります。すみません。世界が、大変なことが多くて心を落ち着ける時間を持ちたいなと思っていたら、近所のカルチャーセンターで油絵を習い始めたと。家では水彩を練習していますということで、これは日本ではなく、これは鬼公表の方に送ってきた可能性は十二分にありますね。
日本って書いてますね。それを思い出して日本。おかん風味モチーフを描いてみました。おかん風味何ですのこれ。おかん風味白いご飯と何ですか麦ですか何ですかこれ。もじゃもじゃのなんかあれですかわかりませんけども、これを見て日本って感じる人いますかね。100人いて何人いるでしょうかね。どうですかね。という感じです。ちょっとパースがこれちょっとおかしいんですね。こちらのこれのパースとこっち側の面が、こっち側のも編集多分できないと思いますけど、こっち側の面が上がってたらこっち側が線が上がるはずです。ここが水平なんでね。それに対してこっち上がるはずです。はい。伝わりましたか？難しいですか？ということで次の作品こちらは素敵な風景ですね。YouTube ライブ配信配置させていただいてます。これが最初で最後のゲリラ的な応募になってしまいましたがお許しください。日本だということで、これだという自分なりの作品を応募しますと。ということで、うんぬんかんぬん、うんぬんかんぬん、頑張って、絵を続けられてみてください。影の色とかの使い方すごい綺麗ですよ。いろんな滲みとか。葉っぱでしょうね。葉っぱの描き方もうちょっと頑張られてみてください。ドーンとした塊、光がドーンと当たって、バーンと当たって、バーッとなってる感じをぜひ描いてみてください。はい、次の作品こちら。素敵な郵便ポストですね。冬の郵便ポストという題名でしょうか。違いました。課題日本ということで、コロナ前に主人の、実家へ帰るついでに、訪れた秋田県の武家屋敷にあった赤ポストを描きました。今ではほとんど見かけなくなりました。ということで、これパステル色鉛筆、アクリル白だそうですよ。ね、綺麗な作品ですね。これを見て、さあ、日本と感じる人は、ね、厳しいでしょ。皆さんもお上手だけど、こんな風に、酷評されるなんて思いもしなかったわ。っていう感じでしょうか。すごく色も綺麗ですのでね。例えば、これポスト、確かにポストもそうですけど、外国と全然日本違うの。例えば、コンビニエンスストア。ね、例えば24時間やってるっていうのを外国アメリカとかやったらもう絶対危なっかしいですもんね。とか自販機なんてもうああいうのをねポイって置いてたらもうお金バンバンバンってぶっ壊されて取られていくとかよう聞きますよね。あれも日本的なものじゃないですか、逆に言うと。例えばポストっていうのは多分海外にも確かしっかりあると思うんですが、なんかこう自販機が夜光ってるっていうのを書くだけでも実はザ・ジャパンだったりするんですよ。そこの前にたむろをしてる中学生がねなんか悪いことしてるようなものでも十分なんか絵になったりするかもしれませんので、そのあたり皆様のちょっとそうか日本ってとかなんかこうオリンピックで来た選手が冷凍餃子がめっちゃうまいって言うてましたもんね。冷凍技術確かにそうなんですよね。某コンビニエンスストアの冷凍食品、一時僕大学の研究室の冷凍庫に山ほど詰め込んで、たことあります。めちゃくちゃ美味しいんですもんね。今冷凍技術のあれも多分世界で、見たら絶対そういうの売り込めば世界市場で勝ち残っていける。次の作品こちらですね。40分も過ぎました。これは長なるわっていう感じです。これも綺麗な景色ですね。鳩飛んでる。今気づいたわ。上の空のところに平和の象徴よね。日本ではって感じですか。身近な美から日本はということで、大阪の方にある、太陽寺という境内。そうですか。この辺は惜しいですよね。その辺を見せ方によっては入選ができる鳩とかがもう少し見えてくるとか、十字架の上にもヒントとして鳩が止まってるとかなんかですね。これだから本当に教会とお寺みたいなのがあるということで、なんか混在しているいろんな多宗教的な部分でそれでも平和にやっているということを見せるという今のね中東の問題とかを絡めてきてるっていう風に今見たら見えます。初め見た時それよく分かりませんでした。なんかそこがうまいことこうこう連なって見えて、そしてなんかっていう風に鳩の方に繋がっていって、鳩もこういう流れからこう飛んでいくみたいに風に今の分かりました。なっていたりするとちょっと違って見えるかもしれません。惜しかったね。残念でした。今気づきました。こういうことよくあります。ということでございます。はい。長いですが、はい、すみません。次の作品こちら。これなんか私がね、よく描いてる山の森とかの苔とかみたいな感じでしょうかね。
70歳の男性だそうです。ということで、日本はこじつけ作品になる、かと前、そうですね。やっぱこじつけですね。これね、ディスカバージャパン、八ヶ岳、苔の森。苔だけ描けばいいんですけどね。苔だけ描いていて、わーっと星のようになっていて、それが何か、なんかわからんけど何かに見えてくるみたいな、もう苔の森描いちゃうともう森の方になってきて、森から苔が生えてはるわーっていう風に見えてきたりするんじゃないかなと思うんですね。だからちょっとこうそのあたりというのは皆様考えられて、これもいいですね。どこに旅行にされたんですか？日本ということで当初自社農村という風景を予定しましたがということで、飛騨高山に旅行ですね。なんかこう素敵な旅行のスナップ写真に見えてくる。残念です。ごめんなさい。テンション高いでしょ。終わると思うと気が楽なんですね。これ最後やとこっちの方がどっちかというと最終回の気分で撮ってます。まさか110何枚も来ると思ってませんでしたが、高齢化が進んだ我が国にあって一見華やかに見える観光地ですが、観光客がいないとこれが日常の光景ではないかと思いました。コロナ禍ではなおさらでしょうということで、もう私だったらもう老人たちを山ほど描くかな。観光地に大挙して押し寄せる老人たちぐらいの群像を描いて、しまうかなっていう感じかな。なんかこうちょっとそういう変化球をつけてくるかもしれません。ちょっとやっぱスナップ写真的なこれもね、お上手で綺麗ね、ダイナミックな絵の具の使い方、人物一つ一つのこう描き方もいいですよ。これは出雲大社ですか？出雲大社多いかな？これ出雲大社じゃないか、四国だそうですね。ということ日本テーマですが、頭が硬いのでこれといった題材が思いつかずぬんかんぬんということで、例えばこの風景は風景として描いてみて、全員観光客が外国人であるっていうことにしてみるとか、一時のですね、本当にもう太宰府天満宮行くともう中国の言ってしまった、中国の人がいっぱいいて、そこでスケッチしてたらこうわーっと声かけられて、さっきは高千穂やったんですけど、わーっとまた囲まれてわーっとうるさいな、早くどっか行ってくれませんかね、ありがとうございます、すみませんうるさいんですけどねとかって言うた人がいたそうです。私じゃないですよ。そういう人がいたという噂を聞いた。40今真ん中ぐらいの年で関西弁で、カメラの前で一人で喋ってる人が、うっさいな、どっか行ってくれへんかな、すみません、ありがとうございます、本当うるさいんですけどねとか言うてはりましたよ、その人はね。っていう感じでちょこっとだけ別に自分個人的に書く分にはいいんですよ。で皆さんが公募点とか出したら、おそらくそれで今のような理由で落選してしまうということをちょっと覚えておいてほしいから、今回こういう企画を立てました。でこれもですね、日本の原風景、これはやっぱりあれですか、なんかこう鬼好評とかをしながら、こういうとこも行ってみたいな、ああいうとこも行ってみたいなという、ヒントを得ることができました。すごく今回それは117回8回今回8回目になってますけども、やりながらいろんなことが分かりました。僕そういうの研究、皆様をリサーチングさせていただいて、最低な人間だっていうふうに思われるかもしれないですけど、そうか、私たちが当たり前に書けるこういうことっていうのは皆さんにとっては新鮮だったり、皆様が当たり前にやってることが実はあまり良くないことだっていうことが分かったりとか、こういうことを実は今の段階で学べばということを今回、皆様からお勉強させていただきました。ありがとうございました。これもう本当ザ日本の原風景ということで、悪くはないんですよ。でもね、じゃあこれで日本にするにはどうしたらいいかな、難しいですね。そのあたりというのを少し考えられてみてください。これなんかはね、もううさぎちゃん大好きな方、いつもありがとうございます。ね、自社仏閣やっぱ書いてきましたね。にうさぎ、もう自分の好きなものとなんとかこじつけたというふうに見えてしまうんじゃないでしょうか。コロナ禍の参拝ですということで、登場人物は大人と子供、あるいは親と子供。子供がおるんですか？どこに？わからんけども、子供は見上げようとうさぎとその後ろの鳥を見てうんぬんとっ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 ていう風に書いてあります。皆様ね、なんとか一生懸命頭をひねってだから今回の動画の後半になるか、新しくまたアップするか分かりませんが、入選した作品とか見ると若干この辺りにエッセンスが入ってきてたりします。はい、こちらの作品です。
これもなかなか素敵な風景画だなっていう感じ。油絵かな、お上手ですね。なかなか悪くないと思いますよ。いつも動画拝見勉強させていただいてますということで、6月下旬、取引先に行く途中の住宅街、突如として出現した古民家には驚き、写真を撮りました。古びた中に日本家屋の威厳を感じて、題材日本を表現するモチーフとしました。スペース的にきついパースの写真しか撮れなくて、うんぬんかんぬんうんぬんかんぬんということで、油絵をすごく年に1枚ペース油絵描いてる。年に1枚ペースですか。いうことでございます。そうなんですね。残念ながらね、こういった感じは、昭和の日本っていう感じがしますけど、多分、古い日本家屋、というような題名に感じ取ってしまうんじゃないですか。見る側というのはいかがでしょうか。そしてこちらの作品もそうですね。ちょっとこれ頑張ってやられてると思うんですよね。なんかね、こんにちはということで、基本的に日本を意識しているところがあり、日頃書いてる制作ですか。今回の題材に合っていたので助かります。送信します。ということで、落選でした。残念です。池の片隅に水神社、という祠があって、うんぬんかんぬん、うんぬんかんぬんということで、やっぱり寺社仏閣が多いだろうなと予想した通り、やはり多かったですね。あと古い民家であるとかっていうことであるか。あと MTF マウント富士的なのは1枚かな。今のところでもちょっとその山の風景とかですね。こちらの作品ですね。ご無沙汰してますと。うんぬんかんぬん。大沼公園朝霧に浮かぶ駒ヶ岳。90号透明水彩。90号っていうサイズあるんですか？でかいですよね。90号っていう透明、90号、80号っていうのは僕はね、書いたことあります。90号ってあるのかな？わかりませんが、日本をテーマというのでどうなのかと思いましたが、描き方が日本画風ということで、汗ということで、かなり強引なこじつけでございます。なかなか私も実はこういう脳活的な問題って難しかったりするんですけども、やっぱり常に考えてたり訓練してたりするとなんとなく慣れてきますよ。で皆様も嫌だ難しいわからないっていうよりはどっちかと後半に出てくる人たち入選とされてしていった人たちの作品というのはそのあたりをちょっと絞り出してこじつけではなく絞り出てきたりちょっと頭を使いながらしているというのが出てきますので、またそちらのもお楽しみ。やっぱり錦鯉が出てきましたね。かぶってきてしまうと東京芸大の入試の場合っていうのは大体、最終試験、二次試験とかだったらいい方を取るっていうのが一般的によく言われてましたが、かぶらないものを書く方がやっぱり油絵家の場合は絶対いいとされてました。今から16、7年前の話なんで、当時例えば50歳の教授の先生方も今67歳とかなったら定年してるんで、大多数が入れ替わって私ほとんど先生方を知らないということがありますが、錦鯉を書いて錦鯉のいる池という感じに見えてきませんか？すみません、まだまだあります。こちらの作品です。50分も喋っているとさすがにクラクラしてまいりました。日本を表すということを考えていて、ある、村に孤高の陶芸家のドキュメンタリーだそうです。陶器で日本を表してみようと思いました。うんぬんかんぬんうんぬんかんぬんということでなかなかこれを見て陶器のある生物がという風にしか判断できないんじゃないですか。どないでっか、ということでございます。こちらの風景お上手でよく頑張って描かれましたね。たくさん動画ありがとうございます。鬼好評合わせて4回だそうです。日本の高度成長期におけるインフラ整備の基幹材料として支えた砂利、バブル期真っ只中、規制もあり昭和の終わりの時を同じくして、最終上はひっそりと姿を消しました。そして時代は失われた10年へと向かいました。この絵を見てそこまで判断できる人いますかね。ということで原正幸先生の合集に衝撃を受けて絵を始めた。そうですか。原正幸先生、僕一度だけねイギリスに住まれてますけど、一度だけアートフェア東京というところで2007年か8年か9年か10年かぐらいに僕出して2回出してるんですね。アートフェア東京もうちょっと後かそのぐらいかな。2000
その時にちょろっとお話して、いや、君の絵いいですね、なんていうこと言ってくれたのを覚えてます。10年ぐらい前かな。はい、ちょっとこれだけを見てお上手なんですけどね、見て、さあどうかなという感じがします。絵の具のちょっと質感みたいなのは絶対つけられた方がいいと思います。原先生すっごいつけられますよ。例えば、小畑先生なんかもそうですけど、実際に土とかなんか持ってきてそこに貼っつけたりとかしたりとか、原先生はそういうのはされてないけど、絵の具の物質感とかで、そういったことをされたりもしていますよ。うわ、これなんかも綺麗、風景画展、日本の原風景画を描くという公募展に出されるならば全然問題ないと思います。うわ、綺麗な、色もいいですね。これ丁寧に描かれていますし、すごくこう、柔らかい粉で朝もやがかかっているような感じとかもなかなか素敵でございますね。3度目の投稿ですということで、日本の四季が育んだ湖の中に立つ、木を描きましたと。悪くないと思いますよ。さあこれを見て皆様は日本ほら同じことばっかり言い出したでしょ。飽きてきたでしょ。ね、でも絵はすごい綺麗ですね。色使いすごい綺麗ですので、なんかヒューとした柔らかいヒューとした線描けるようになるともっともっと良くなると思いますよ。どちらかというとこうわーっと描いてる表情の中の色みたいなのはすごくこうデリケートに描ける方ですので、長い線とかシューピッ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 とかね。何言うてはるんですかって感じですね。はい、まだまだあるのかな。ちょっと全体を見させてください。どこまで行きましたか。あとまだまだありますね。これは大変だ。自分でこんな企画を立てといて、こちらの作品、うわーよ書いてありますね。こんな企画は立てといて自分で困っているという F15 ということですね。日本をテーマにした作品展に応募させていただきました。京都のこんな山科でしたっけ、にあるということで、うんぬんかんぬんということで、お上手ですよ。10号ではなかなかこれぐらいのスケールで書けるというか、細かい描写もしっかりできてますし、丁寧に描けていて、悪くはないと思いますよ。日本ではなく京都ですね。これだとね、京都のあるお寺を描きましたとかっていうことだったりするのかなと思いますけども、葉っぱのボリュームみたいな、上の葉っぱ枝とかすごい丁寧に描いてあったりして、葉っぱのボリュームみたいなのが出せるともっともっと良くなりそうですね。すごく色使いも綺麗で、悪くないと思います。素敵な風景が日本の原風景を描くという展覧会に出されたら多分大丈夫だと思いますので、ぜひですね。日本というくくりじゃ難しい。残念。これ写真画像悪かったですね。すみません。この方はどうですか。ちょっと画像がこうね、今並んでいてもどうでしょうか。ちょっと画像が悪いかなという感じがいたします。日本最大の釧路湿原に佇む、これなんて、ありがとうございます。岩ぼっき水門というものを描き、岩ぼっきっていうんですね。日本のコンクリート護岸工事の先駆となった施設ですということで、そうですか。僕釧路湿原行きましたよ。一昨年かな。北海道に妻と恐竜男がお腹にいる時に旅行行っとこうちゅうので、ちょうど令和と昭和じゃん平成の間のGW ですね。GW の時に10日間ぐらいあったんで、ダーッと回りましたよ。その時に釧路が4日目ぐらいかな。新千歳空港に行って、次どこですっけ、右側のどっかのなんか豚が美味しいところ行って、もうすいません、パッと出てこなくなりました。その時ぐらいに次の日ぐらいに釧路まで行って、湿原のあたりを車ビューっとレンタルアカーで行きまして、その後周湖とかなんか行ってビューッと網走の方行きましたけど、すごい景色でした。でもこれを見てどうですか。日本を感じさせることができるでしょうか。これなんかもね、ほら、うわー綺麗な風景がね、もうこれ小木曽先生悪口言うなやーって感じでしょ。悪口というわけじゃないですけど、色めちゃくちゃ綺麗ですね。これオーロラピンクみたいな色ですか。マスキング液みたいなのを使ってるのか分かりませんが、すごい綺麗ですよ。いやー、これなんかポストカードかなんかにしてポンと壁に飾っておきたいぐらいの、これちっちゃい額縁かなんかに入れて、飾っておかれたらどうでしょうか。すごくいいですよ。1195270ってサムホールぐらいですかね。小さい作品かもと思います。6月ランニング中に映した日本海、これ新潟の方で、これランニングこういうとこ走られるんですか。すっごいですね。非常に綺麗な景色だと思います。夕焼けですかこれね。
ぜひぜひまた新潟も行って、コーヒーと焼酎を混ぜたお飲み物がございました。もう日本で一番美味しいと思ってる飲み物だと思います。いつか絶対にもう飲みたくないと思っております。次の作品こちらでございます。1時間経ちました。長丁場。これはリンゴとマスカットですね。リンゴとマスカットと陶器のある生物というふうにお香もありますねっていう感じでしょうか。日本というお題で投稿させていただきます。世界中には安価で便利な品物が溢れています。それとは別に日本には、手仕事で時間をかけて作られた民芸品がたくさんあると思いますと。右下のお皿は沖縄に何年か前旅行行った時に買ったものでということでね、パッと見た時にこれがそういう風にジャパンっていう風に皆さん捉えれるでしょうか。もう民芸品とかをいっぱいもし集められてんならそれでも画面埋め尽くして、オールオーバー系と呼ばれているようなもう平面的に真上からダーンと見て描いてあげたりした方が多分この柄とか模様とか絵付けとかなんかすごいわみたいなことが伝わってくれば、もしかして日本っていう日本のね、職人さんの仕事ってすごいんやっていうことで伝わるかもしれませんよね。こちらの作品です。これもそうですね、日本どうしようか迷いましたが、やはり生まれ故郷の外房の海を描きましたということで、すみませんね皆さんね、もう本当に、故郷を描いて、素晴らしい景色だと思います。手前の左側写真のせいかもしれませんけど、これ松かなんかの木でしょうけど、ギュッと前にもっと出てくるように描けたらもっともっと良くなるかなと思いますよ。で手前のところなんかもある程度前に描いてあげて、真ん中あたりの岸壁のところに水がザバーっとなってるようなところも少し描けるともっともっと良くなるかなと思います。こちらの作品です。これは昭和のあれですか、おしんの世界でしょうか。最後日本に該当するかどうか分かりませんが、昭和30年全部当たってんな両親の白黒写真を元に描きましたということで、おしんの世界でしょうかと言ったら当たりましたね。日本は当時まだ物がなくて貧しかったということで、でも平和でしたということでね、6号の透明水彩、なんとなく私が予想をあと10年生きていけたらと思いますということで、令和の日本どうなるか不安ですが、ね、私もいろいろ思うことあります。ぜひぜひ皆さんも頑張ってみてください。こちらの作品です。いや、可愛らしい作品やかぼちゃと柿を描いてはるわ。初めての出品好評いただきありがとう。ネパールのパゴダ、絵ですね。旗がバーっとあったやつですね。あれなかなか、でもこれ今回すごくやっぱこの方色使いとか形の捉え方とかはいいですよ。悪くないと思いますよ。ということで、今回日本ということで、形、色、そして、大好きなかぼちゃと柿ですということで、残念ながら私はこれを見てかぼちゃと柿としか言いません。日本とは誰も言わないと思うぞっていう感じでございます。1時間も喋り続けてるとさすがに声もガラガラでございます。次の作品でございます。やっぱ面白いわ。皆さんのね、面白いっていうか私のトラップにはまったなっていう感じでしょうけど、やっぱ審査する以上は基準があるわけですよね。日本の風景を描きなさいやったらば、こういった作品が、お上手ですね、とかってなるけど、日本って言ってるわけですもんね。日本の風景っていう風に絞ってるわけでもなく、そして京都のお寺とか、どこどこのこれお城とかっていう風に絞っていったり、お城を描く美術展とかやったらば、入賞かもしれませんが、日本というくくりになってくると、ものすごい広いじゃないですか。でその中でパッと見て、外国の人が例えばこれはジャパニーズ、キャソル、ね、お城ですって言うけども、ジャパン This is Japan って言うかというと、お侍さんがなんか言ってたらジャパンって言うかもしれませんけど、でも多くの日本人はそれを見て、これお侍さんやなっていう風にしか言わないでしょ。ね、これもすごくお綺麗で丁寧に書かれていて、絵としては悪くないんですが、ひどい、小木曽先生ひどい、いつかこいつ後ろからぶん殴ってやるわって感じでしょうか。はい、明るく楽しくなってまいりました。またいつか鬼好評再開することも疲れましたんでね、皆様ね、お気持ちだけでこれは岡山の方のですか。備中松山城っていうところですか。で2年ほど前に一度描いて、今回はアップグレードしましたということですみません。題名日本山城山城っていうかお城って書いてあります。 F8 透明水彩だそうです。
提出期限に追われて作業が続きお疲れ気味ですがやっと間に合ってほっとしていますと。そんな深夜までやることじゃないでしょ、こんなおじさんの遊びにね付き合わされて。はい、こちらの作品です。わあ、これは何ですかね。桜かな。桜っぽい葉っぱの形、日本の大きな桜、どんとこう凛として佇んでます。今晩は1月2月にマゴンのデッサンを3回目ですということで、うんぬんかんぬん。今回日本をテーマと伺い、以前新宿御苑で写生した吉野桜を35のパネルに和紙を貼り岩絵の具で描きましたということでね、当たりましたね。吉野桜というね、夏の吉野桜、日本新宿御苑、桜を見る会は次行きますこちらの作品です。これうまいことやればなんか面白くなるかもしれませんよね。これうまいことやればどうだろうな。ね、これ海外じゃ考えられないですよね。無料販売所って考えられないですよね。例えば無料の無人駅みたいなのとかってそういう信頼で成り立ってますもんね。これはなんかうまくやれば、でもやっぱりこう無人販売所にしか見えないんですよね。野菜無人販売所、そうか、海外じゃこれはありえないですもんね。これは惜しかったですね。すみません、惜しかったですが落選です。やっぱこれは日本ではなくて、トマトが置いてあって真ん中何ですか、ピーマンですかね、一番下は玉ねぎと何ですかねっていう感じが無人で、これ後ろにピピッと入ってるの、これ多分ネギでしょうね。どれでも100円ということで、今の時代に消費税も取らないなんてね。大丈夫ですか、この人。確定申告ちゃんとされているでしょうか。心配でございます。ということで、最後のまで楽しく見させていただきましたと。うんぬんかんの、ほら、無人販売所ですと。近所に何か所かありますが、外国では無人の販売所あまりないと。そうです。すみません、これ惜しかったけど、これは日本というわけじゃなく無人販売所かなと思います。本当に国民性ですよね。素晴らしいと思います。はい、こちらの作品です。残念ですね。この方もよく応募してきてくださる方で、これ今まででは一番いいんちゃうかな。恵比寿さんですと。街角の恵比寿さんですという。この方は佐賀の方なんですね。佐賀の方ね、佐賀に恵比寿さんいっぱいいますよ。ねえ。佐賀の恵比寿像は日本一、いや世界一ですどこが日本なんですか佐賀の恵比寿像って自分で言ってるじゃないですか。これは日本じゃなくて佐賀の恵比寿さんでございます。題名は佐賀の恵比寿さんじゃないでしょうか。某まんじゅう屋の、店先に鎮座されていますと。蔵見なんとか蔵見って書いてますね。何でしょうかね。どこですか。村岡屋さんですか。どこですか。野党寺伝吉さんですか。どこですか。よくわかりませんがね。まんじゅう屋さん、すみません。わかりませんが、これは質感、絵の具の質感とか葉っぱを手前に置いていてね、前後関係出しているのとかいいと思いますよ。絵の具の使い方もすごい綺麗。アクリルかな、何かよく分かりませんけど、アクリル、キャンソンボードにアクリルということで、こちらの作品ですね。これの方は面白いな。1時29分に来てましたと。我が町にもお祭りが中止になってしまいました。パラリンピックに IOC の何ですか、シューベルトさんですっけ。シューベルトじゃなくてモーツァルトでしたっけ。なんかこういう髪型してはる音楽の、会長がわざわざベートーベン違うな。誰だったっけ。日本まで来るには尾身さんも怒りはもっともっと共感次第ですとこれを見て、お怒りな方なんでしょうねということは分かりますが、申し訳ございません。日本ではなく今の日本をに対する怒りを持たれたあなたということかもしれませんが、今の日本とか日本ということではないんじゃないでしょうかね。どうでしょうか。お怒りなんでしょうかね。何かいろいろ後ろに書いてあります。
やっぱお祭り系も多かったですね。こちらの作品です。鬼好評一旦休止ということで、うんぬんかんにょんにゃんにゃんにゃん。15年前の小さなお祭り姿を描きました透明水彩。ね、やっぱお祭り、寺社仏閣、山々、川、風景ということで、じゃあ残りの50何枚はどんな感じかというのをね、後半戦の方で見せていこうかなと思います。こちらの作品。これはもうほんと旧日本家屋的なね、いろりがあって、うんぬんかんぬんということで、私は日本イコール和と考えて真っ先に思い浮かんだ真田家ゆかりの城下町、松代というところの武家屋敷を描きましたということで、長野県の方ですね。これを見て、夏の終わりのひまわりといろりのある室内風景という私は題名にいたしました。もちろんね、日本らしいはらしいですけども、すごく丁寧に綺麗に色彩豊かに、微妙な色彩を使いながら描かれているいい作品かなと思います。これなんか僕欲しいなと思ったんですけど、迷いました。これね、お寺の中のあれです。すごく色彩が豊かで、京都の建仁寺っていうんですか、に、枯山水の庭を鑑賞しました。10年ほど前ということでね。書いてあります。この方残念ですね。これはやっぱ寺社仏閣系の中に入って、私やったらこれ外国人にするかなと思うんですけど、前もどっかで僕言ったことあるんですけど、僕はもともと奈良県の出身で、東大寺に参拝に行ったりとか、初詣的なことになんかこう行ったりとか、若い頃したりとかしていたんですけども、で僕ら子供の頃に、ね、仏像とかなんとかは写真撮ったらあかんっていう風に習ってたんですけど、今から3、4年前、4、5年前に東大寺とか奈良に取材に行ったら、もう止められないから写真を OK にしてましたもんね。フラッシュだけ焚かないでくださいって。いや、あれはね、僕からすると猛烈なカルチャーショックで、確かに外国の人からすればもうアイドルのようにね、もううわーキャーとキングプリンスキンプリーとか、関ジャニってフリか。なんかそんな感じでみんなバシャバシャバシャ撮ってるの見たときに、うわー、こうなったんかっていうのを思いました。だからなんかこれ見たときに、わかるんですが、ここに何か今の日本の何かが入ってきたりすると何かって言ってますけどね、そこを考えるのがやっぱなんかだと思うんですけどね。わざとこう真ん中にある、岩々がちょっと顔っぽくも見えますけどね、なんかになってたりとか、その辺はなんか遊び心を加えてあげてもいいんじゃないかなっていう、ただなんとなくその情景描写みたいなことじゃなくてもいいんじゃないかなという気がします。で、こういった感じの作品ですね。日本という戦前生まれの私にはどうしても子供の頃敗戦した日本が浮かび B29 による空襲や初めて見るアメリカ軍が手渡しでもらったチョコレートなど暗い思い出しか発想できません。そんなことないんじゃないですか？どうですか？日本という別にこう戦中のことを書いてというわけじゃない。やっぱ80何歳の方、この方も80何歳かな、わからないですけど、いますよ。そういうことですよっていうのは後でわかりますので、例えば僕アメリカ軍から手渡しでもらったチョコレートの瞬間でもそれ日本ちゃうよな。どうですかね。難しいですけども、そこで無難な富士桜芸者線、やっぱりほら皆さんそこですね。妻のお稽古との茶道の道、うんぬんかんぬん、でも頭いっぱい使いましたね。いいことですね。正月をイメージしてうんぬんかんぬんですね。最後の提出作品としては今回の趣旨に沿っていない面白くない絵になってしまいましたということで面白いですね。貧しい時代に育ったせいかやっぱりいろいろ書きすぎましたということ書いてあって、私はわからんでもないんですね。私が別にね、偉くもなりたくはないわとよく言ってますけど、なんとか長、例えば部長とか社長とかである時先輩の教授の先生に、なんで皆様なんとか長とかそういうのなりたがるんですか？僕絶対もう仕事増えるだけだから嫌なんですけどって言うたら、いや小木さん君昔はね貧しい時代でそういうのが欲しかった、肩書きって欲しかったんだよ。えらいね、こう名刺をもらった時にもういろんな
な肩書き書いてはる人いるじゃないですか。ああいうの見て僕なんかなんでなんかなって思って僕はダメですね。もう性格悪いんでひねくれてるんですけど、うわすごい肩書き覚えれるのかなこれって思ってみたりすると、もう心で笑ってしまう、もう最低な人間なんですけどね。なんかそれはやっぱ小木曽が昔は貧しかったから何でも欲しかったんだよって言われた時、そうっすかって言ったことを覚えております。1時間12分も経ちました。あと何枚や、ちょっと待ってくださいね。それはあとちょっとやな。もうちょっとです。すみません。長々ありがとうございます。次の作品です。こちらの作品でございます。こんにちはと、おいらせとかスズメドラゴンについてコテコテ、画の方ですね。上高地石ころ1個葉っぱ1枚も落ちていない帰り道、特別自然、保護区、息、うんぬんかんぬん、ちょ。これのどこが日本なのでと言われるのは十分承知してますが、物言わない聞きたちからのおもてなしを受けたのだと思ってます。ということでね。でって言われそうなところでもうでと自分で言い返しておいたという、なかなか作戦を練ってきましたね。という感じでこうずーっと流れ1時間ちょっとね、皆さん全部見てるわけないですよね。これは自分のとこだけ探しめって見てるでしょ。でやっぱりこれはアーチ状のなんか、せめて嘘でもこれ富士山の形してればよかったですね。このアーチが木々がこのアーチが嘘でもなんかパッと見た時、富士山やないですかとか、逆さ富士になってるとか、僕やったらちょっとこういうテーマやったら枝ピュピュッと形変えただけで富士山に見えてくるように描けたのになとかっていう、そういう嘘は多少ついてもいいんじゃないかなというふうに思います。次の作品こちらです。あれ先ほどのなんか作品と連作みたい、この前の作品と連作みたいですね。鬼好評という有意義だがしんどくまる企画を続けられて大変お疲れ様です。ママ様恐竜ちゃんF65 透明水彩日本というテーマで家族旅行で行った宿の天井を取り上げました。朝起きて目にすると和風の優しい姿を表したかったけど、出来上がりはただの天井でした。そこでヘリウムガスの風船を書き加えてちょっとだけ彩りを添えたつもりですと。何が足らず窓のパースも狂っていて自分の力ではこんなもんですが出してしまいますということで、これやったらどうするかな、難しいですね。これで日本を表せというのはこの流れを見ていただけるとわかるんじゃないでしょうか。こちらですね。何ですかこれ、なんて言うんでしたっけ。もう橿原市内のオフスター観音に風鈴を見にヘルパーさんに連れて行ってもらった時の写真を元に描きましたと。当初は風鈴を描こうと思いましたが長図写、ありがとうございます。長図写、漢字弱いんでですね、を見たとき、心地よい水の流れや、皆さん優しいですよね。漢字が弱い私のためにこうやってね、ほんと涙が出てきます。ありがとうございます。ということで、ね、自社仏閣、悪くないんですよ。本当にね、このなんか水のとこ綺麗ですね。この色。非常に綺麗な作品ですよ。いや、私だったらどうやって日本にこじつけるかなと思いますけど、青の入り方とかすごい絵として見たら多分鬼好評の方に出していたら、この水がペッと当たってるところのジャジャジャっていうところなんていうのの色と周りにある黄色、青の響き合いが綺麗ですよという風に褒められる構図もなかなかいいですよ。なんかね、線的な構図が XY ロちょってなってて、非常にいい作品だと思いますよ。はい、こちらの作品です。あと何枚かです。お付き合いください。5日市のなんとか、やっぱお祭りも多かったですね。先生、こんにちは。暑い中、お疲れ様です。日本がテーマと聞いて、先生が考えていることをいろいろ想像して描きました。透明水彩がまだまだ馴染めませんということで、ね、これはなんだ、ひょっとこ。これやっぱお祭りですか？なかなか五日市のお祭りかなんかを書いているなっていうことで、これで日本というと、なんかね、これ普通になんか五日市の祭りのポスターかなんかで、いついつなんとかお祭りとか書いてあったら結構面白かったりするような気するんですよね。という感じですね。はい、次のまた錦鯉3枚目出てまいりました。すみません、岐阜の通称モネの池、というところで、鯉の配置を変えて、描きましたということで、先生の好評を受けていなかったらずっと絵日記を描いていたと思うと、自分の成長に感謝で、絵日記を、ちょっとよくわかりませんが、すみません、B さんキャンソンボード、ジャポニズムということで、確かにね、モネの
ジャパニーズ庭園みたいなのを書いた、それがじゃあ日本かというと、どうですか？悪くはないと思うんですよ。ぜひぜひ、この辺りの脳活は皆様でぜひ、されてみていただければと、1時間17分相当飛ばしたと思いますよ。それでもこれで半分ぐらいでございますので、また後半戦以降もぜひですね、じゃあ次は入選してる半分、よし、これやら、うかつくぜ、私は落選やったけど入選してる人はどんだけ上手なんや。上手では意外と取ってません。これは私の判断基準、私の個人的な見解でございますので、文句を言われても困りますので、私の判断基準の中でこういったところがじゃあ面白かったですよということを少しずつ伝えていって、じゃあその中でも私の中でじゃああんまり順位つけるもんじゃないと思います。最終的には多分皆様が、いや私はこっちのが好き、私はこっちのが好きとかいう風になってくればいいと思うんですけど、どこかで線引きするとしたらこんな感じでなんとなく線引きして、もちろんボーダーに近いのもあると思うんですけども、日本という大きな括りの中で残念ながら落選した作品群でございました。では後半戦へ。チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。